はい、こんにちは。日本から海外の口座へお金を送りたいと思ったことはありませんか？生活費であったりとか、仕送りとか、不動産の購入とか、投資とか、いろいろな目的で海外送金が必要になるケースがあります。そんな時、どういった方法で送金するのがベストなのか、考察してみましたので紹介します。この動画を見るとこのようなことがわかります。海外送金の主な方法がわかる。自分にとってベストな送金方法の判断基準がわかる。主な送金方法としては、銀行送金、海外送金専用サービスがあります。銀行間送金は王道かと思いますが、送金手続き自体と事前手続きが多い、為替レートが悪いという問題があります。海外送金サービスは手数料が安めでレートが良いのが特徴かと思います。最近の海外送金サービスでいうと WISE が有名です。僕はこれまでウエスタンユニオンとかブラステルレミットを使っていましたので、後で比較してみようと思います。それと資金決済サービスですが、PayPal もお金を送ったり引き出したりすることができるので、オンラインバンキングのような使い方が可能です。ではまず銀行送金。これは日本に持っている銀行口座から海外の銀行口座へ直接お金を送る方法です。これは送る側の日本の銀行でいくつか手続きが必要になります。主な手続きとしては、マイナンバーの登録、最近開設した口座で口座開設時にマイナンバーの確認がされている場合はマイナンバーの登録は必要ありませんが、少し前から持っていた口座から海外送金をするにはマイナンバーの登録が必要になります。海外に住んでいる場合、日本に住民票を残していないことも多いと思います。その場合、マイナンバーはありませんので、その送金元の銀行に非居住者として登録をする必要があります。具体的には住所変更で海外の住所を登録するということになります。非居住者として登録すると、日本の口座に対してできなくなるサービスがいくつかあります。銀行によって違うと思いますが、一番よく使うサービスで制限がされるのは ATM とかオンラインバンキングを使った日本国内の口座への振り込みができなくなることです。別の口座から入金を受けることはできますが、他の口座に対して振り込みができなくなります。日本に住民票がある場合はマイナンバーの登録が可能です。マイナンバーの登録は郵送でも受け付けてくれるところが多いと思いますが、写真付きのマイナンバーカードを持っていればマイナンバーカードだけのコピーで済みます。もし通知カードしか持っていない場合は免許証とかパスポートの組み合わせが必要です。これらの登録ができて初めて海外送金ができる状態になりますが、次に必要なのは送金先の銀行口座の情報です。海外への銀行間送金では SWIFT コードという情報が必要です。これは銀行を特定するためのコードで、銀行間送金をする場合は世界中どこへ送る際にも必要になってきます。その他、銀行名、支店名、口座名義、口座番号、受取人名、住所、送金目的等です。タイの主な銀行の SWIFT コードとか正式な銀行名は概要欄に書いておきますので参考にしてみてください。仮に100万円を送るというふうに指定した場合、受け取りの銀行に振り込まれるのはいくらになるのかというのは為替によって変動しますが、かかる手数料は送金元の銀行が取るもの、中間銀行が受け取る手数料、そして最終的な送金先の銀行が受け取る手数料と、送金元から最終的な銀行へ直接お金が流れるわけではなくて、いくつかの金融機関をホップしてそれぞれが手数料を抜き取ります。そのため手数料が結構高くなります。次に海外送金サービス。海外送金サービスはどういう仕組みかというと、海外送金サービスの会社はいろいろな国の銀行に口座を持っています。僕たちが日本からタイへお金を送りたいという時には、こういった会社が持っている日本の銀行へ振り込みます。この時点では海外送金ではないです。国内銀行間の振り込みです。日本の口座でお金を受け取った送金サービスの会社は、タイにある彼らの口座から送金先へ振り込んだり現金で届ける。これがビジネスになるのであれば、日本と海外に口座を持っていれば
個人も手数料を取ってちょっとした資金移動のビジネスができるんじゃないかというようなアイデアも浮かんできますが、人からお金をもらってビジネスとして営むには資金移動業者としてきちんと登録しないと、地下銀行と呼んだりしますが銀行法違反になりますので気をつけてください。この海外送金専用サービスで今流行っているのは WISE というサービスがあります。この WISE は日本でも資金移動業者として登録されているので、日本の法律により資金保証もされています。手数料は金額によって銀行より高くなりますが、為替レートが非常に良いです。ただし WISE の場合は1回の送金限度額が100万円になっています。その他に昔からある送金サービスで僕が使ったことがあるのはウエスタンユニオンとブラステルレミット。最初ブラステルレミットを使っていて、次にウエスタンユニオンを使っていました。こちらも手数料は安いです。ただ為替レートが WISE よりも少し悪いですね。そして PayPal の場合は受け入れ側も PayPal アカウントを持っていることが条件で、自分の PayPal アカウントから相手の PayPal アカウントへ送金するという方法が取れますが、 PayPal は手数料が高いです。そして計算が複雑です。ただ相手も PayPal アカウントを持っている場合には PayPal を使った送金というのは非常に簡単なやり方だと思います。この3つの方法のメリットとデメリットをまとめるとこんな感じです。銀行は限度額が大きいので1回の送金で済むところが、送金専用サービスだと何回も送らないといけない。ということはその回数分だけ手数料がかかってきます。そうすると悪いレートのサービスを使う、何回も送ることで手数料がかさむサービスを使う、どちらがお得なのかというところですね。海外送金、貧乏生活をしてますとできれば安く済ませたいところです。PayPal を除いた銀行、WISE、ウエスタンユニオン、ブラステルレミット、この4つのサービスを使って送金した場合に受け取れる額を比較してみようと思います。10万円、50万円、100万円、500万円で見ていきます。銀行は僕が使っている SMBC 信託を参考にします。銀行はオンラインを使った場合、金額にかかわらず1件3500円です。ただし中間銀行が手数料を取る可能性があるので、実際にはこれよりも少し高くなると思います。WISE、ウエスタンユニオン、ブラステルレミットはそれぞれ受け取り額の計算ができるようになっていますので、ここに入力してみます。まず10万円を入力してみます。10万円の場合、銀行は 28,647.38 バーツ、WISE は 3101.2 バーツ、ウエスタンユニオンは 30,244.67 バーツ、ブラステルレミットは 29,694.51 バーツ。レートは WISE が一番良いですが、手数料がゼロという施策が効いて、ウエスタンユニオンが一番受け取り額が多くなりました。では50万円にしてみます。この場合はこのような結果で、50万円ではウエスタンユニオンの手数料0得点がなくなり、WISE が一番受け取り額が高くて、次がブラステルレミットという結果です。また50万円になるとウエスタンユニオンは銀行振込、銀行受け取りができません。窓口に行って現金を払ったり受け取ったりが必要です。ただ一昔前はこれが主流だったので、システムとしては成熟しているのかなと思います。100万円になりますとこのような感じで、ブラステルレミットは50万円までしか送れないので、50万円の結果を2倍にしています。やっぱり WISE が一番高くなりますね。そしてブラステル、ウエスタン、銀行と、この順番は50万円の時と同じです。ブラステルレミットの場合は2回に分けて送金が必要ということになります。500万円になると送金専用サービスはどこも対応していなくて、計算ツールでは出せないので、手で計算してみますとこのような形になります。順番は変わりませんね。
ワイズ、ブラステル、ウエスタン、銀行と。500万円を送金するにはワイズとウエスタンユニオンは5回、ブラステルレミットは10回に分けて送る必要があります。銀行であれば1回の送金で済むのと、かなり手数料は省けます。送金専用サービスの場合は回数が増えるので手数料が銀行よりも結構高くなりますが、為替レートが良いので回数が増えたとしても銀行よりは受け取り金額が常に高くなるということで、為替レートの影響が非常に大きいなというのが分かります。100万円を超える海外送金をすると金融機関は税務署に報告する義務があるので、専用送金サービスは1回の送金額に制限を設けているのだと思いますが、例えば500万円を送りたい時に100万円を5回連続で送ったらどうなるのか、それはそのサービスの会社がどのような対応を取るのか分かりませんが、最近はマネーロンダリングに対する対応が厳しくなっているので、短い期間に100万円の送金を繰り返すということをした場合、一旦アカウントが停止されて調査が入るとか、そのようなことになるかもしれません。マネーロンダリングに関しては東南アジアでもどんどん厳しくなってきていて、出どころのわからない大きなお金は受け取った側の国でも使用に制限がかかることがあります。タイの場合は5万 USD 以上、約550万円になりますが、これを受け取ったら銀行から外貨取引証明を発行してもらう必要があります。そういった諸々の手続きを考えると、受け取り総額は低くなる銀行も状況によっては選択肢になってくるのかなと思います。はい、今日は海外送金の主な方法、サービスごとの特徴、受け取り額のシミュレーションをやってみました。この動画が皆さんが海外送金をする際の参考になれば嬉しいです。バイバイ。